発案です。今回は前回のカチョエペペに引き続きローマの三大パスタの一つアマトリチャーナを作ります。トマト系最強のパスタと言っても過言ではないのでしょうかね。それでは本日の材料紹介をしたいと思います。レシピにはいろいろあるんですけども、玉ねぎを入れたりとか、鷹の爪、唐辛子を入れるっていうレシピもあるんですけども、今回は超シンプルな、グアンチャーレ、ペコリーノロマーノ、トマトソース、その3つで仕上げる伝統的な作り方をご紹介したいと思います。トマトソースは以前別動画でご紹介しているので、そちらをぜひチェックしてみてください。グアンチャーレはベーコン、チーズはパルメザンチーズでも代用可能です。では一番最初にこのグアンチャーレですね、切っていきます。はい、とても脂身の多い部位なんですけども、ほほ肉ですね。こちらを塩漬けにしたものです。少しね、こういう汚れているところは掃除していきます。この切った掃除した部分などはお出汁に使えるので、ぜひ取っといてください。2幅ですね。でこれも縦に5ミリ幅ぐらいでこう切っていきますね。 5×5 の大きさです。はい、では 50g 切れました。本来パスタはブタネスカという、パスタを使うんですけども、今回は 2.2mm のパスタで代用いたしました。では茹でます。で、14分茹でですね。16分茹でなんですけども、アルデンテの1分手前で14分で茹でます。ではですね、先ほどカットしたグアンチャーレをフライパンで炒めてソースを準備していきますね。こちらなんですけれども、先ほど言ったように油がとても多いので、このね、油をじっくりここに出していきます。今回このテフロン鍋使ってるんで焦げたりはしないんですけれども、鉄のフライパンなど使うときは、鉄やアルミ使うときは弱火でじっくりゆっくり油を出してください。油の中にうまみがほんと詰まっているので、じっくりとうまみを引き出しながら加熱していくっていうことをイメージしてください。ではですね、火が通ってだいぶこうね、油がほら透明になっていくんですよね。すごい油、うまみ出てますよね。ポイントとしてはやっぱりこのグアンチャーレ、玉ねぎを入れるレシピもあるんですけど、伝統的なレシピとしてはこのグアンチャーレとトマトソース、ペコリーノロマーノだけなので、もう今回はシンプルに、あともう一つはこの油を抽出しながら、かつ
お肉をこんがりとちょっと焦げるぐらいまでしっかり焼いていきます。そうですね、しっかり焦げるぐらいまで、これがバランスよく全体に焦げ目がつくように焼きましょう。ベーコンなんかすぐ火が通って焼けると思うんですけども、ベーコンの時焼きすぎ逆に注意してくださいね。あんまりカリカリになりすぎちゃってもうまみが抜けちゃって硬いだけになっちゃうので、表面がカリッとする感じがいいですね。もう少しです。ではだいぶねこんがりとしてきて火が通ってるので、トマトソースを合わせます。でトマトソースなんですけど、今回は過去の動画で上げたトマトソースの作り方やったんですけど、それと同じものです。ほんとこのトマトソースは万能なので、ぜひそちらの動画もチェックしてやってみてください。これねいろんなベースになるのでとっても便利です。ピザにも使えるんで、お店ではこれ作ってピザやパスタいろいろ使っています。そうしましたら、この油をよーく先ほどのグアンチャーレのうまみ出た油をとこのトマトソースをこう混ぜていきますね。こうすることによってシンプルなベーシックな先ほどのトマトソースにグアンチャーレの肉のうまみが一気に混ざり込んで、もう風味と味がガラッと変わるんで、そこがポイントですね。あとはパスタが茹で上がるのを待つだけです。もうちょっとですね。うん、うまっ。よし、ではアルデンテ1分手前の茹でたてのパスタをこの美味しいソースに絡めていきます。うまみを吸ったこのソース、本当にうまいんですよ。そこにソースに混ぜるペコリーノロマーノを吸って再びよく絡ませていきます。絶対うまい。では器に盛って食べてみましょう。チーズ、これね本当に粉チーズでも代用可能なんですけれども、できたらこのペコリーノロマーノ削りたて超美味しいんでやってみてください。おすすめです。っていうかこれです。いただきます。もうね美味しすぎてもう飲めちゃうぐらいにうまいんじゃないかって感じで、最後までフォークが止まることはありませんでした。
本日もご視聴していただきありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。